工場に兵器工場でね仕事をするんだっていうことを言われて行ったんですけどとにも若いね子供さんたちばっかりで頑張ろうね戦争にね勝つためだから頑張ろうねって日本が負けるはずないよねって言いながらですね仕事していましたけど突然ですね右上の方あっちの方からピカーッと光ってきたんですね。何だろうと思った時にはもう腕がもうボーッと音がしてね燃えたんですよ。でもそれからしばらくしてドカーンと音がして頭の上から落ちてきてですねその下敷きになってとにかくもううめき声とか「お母さん」とかね「助けて」とかもう泣き声とかでもう本当こう一瞬にしてもう変わってしまったですね周りが。もうあれが本当に地獄そのままじゃないかって思いましたね。それでお友達とねそう言ったら「助けてくれ助けてください助けて」って腰からここが挟まれてるんですね。だから助けてやろうと引っ張ったらねやけどしてるもんだから顔がぬるって剥げたんですよ。2人でびっくりしてしたら「もういいからそこにいいから逃げろ逃げろ」って言われて「僕たちがするから」って言われてですねそれでもうそこで離れていったんですよ。そしてもう逃げながら私亡くなった母をね思い出しながら「お母さん助けて助けて」って言いながら逃げ惑いましたね。それでねもう私今日もうとにかく体も疲れ果てて倒れてしまってですねどのくらい時間経つかもわからないんですけども目を開けた時には真っ暗でなんで暗いんだろうと思ってたら私が死体の中にね並べられてたってそのと私はむしろをねかぶせられていた。それで苦しいんかなと思ってこう動いていて明るい寸前にね生きてるぞっていうことで私もこうなんかこう気がねこうなんていうか意識が戻ったみたいで血をべったり吐いてですね髪をベタベタなってですねやっぱりもう死人と思われたでしょうね。痛いと思ったら虫が湧いてるんですねウジ虫みたいな虫が引っ張ったら伸びるんですよ取れないんですよ。もうだからどうしようと思ってそこら辺の石でこうこずってみたりしたらもう痛いんですよねそうするとね。助け出されて列車に乗るところまで連れて行かれたんですけどそこはもうとにかくもうたくさん被害を受けた人たちがいっぱいでですねもうお化けみたいな人たちが顔も肉が垂れ下がったり髪の毛はねもうないんですよね焼けてしまって。それで帽子をかぶった人は帽子の形だけ残ってこう焼けてしまってねもう顔も肌ももうお化けですねお化けの行列みたいなのがいっぱい並んでたですね。そんなとこに連れて行かれて私もその中にいたんですけどで救援列車が来ましてねでそれに乗せていただいたんですけどその中で亡くなっていくんですよ。もう苦しいながらですね。そしてもう水くれ水をくれってみんな水って言ったりですねもうお母さん助けてとかもう本当にもうねもう本当にあの時考えただけでも涙が出ますね。大変でしたね本当。うちに帰って1日2日うちにおりましたけどねあのとにかく吐き気む気が来るんですよ。それでもう物も食べられないんですよ何にもね通らないのにもう出てくるのがもうなんかもうどす黒いもののドロロしたものをね吐くんですね。もうその時の苦しかったことですねもう本当あの体をもうねじ曲げるようなもう苦しさでした。もう死んどったらよかったって思いましたあの時は。私被爆をね20年の8月9日にして翌年のね21年の暮れに結婚したんですね。で結婚する時は
あの普通の大きい爆弾っていうので傷が治ればねもう大丈夫と思っていたんですけど、結婚してしばらくして新聞に今度の爆弾はね原子爆弾といって、それを受けた人は子供妊娠もしないし真っ黒で子供が生まれたりね片の子が生まれたりするって載ったんですね。もうそれからがねもうその片はね子供生まれたらどうしようとか、もう黒い子が生まれたらどうしようとかですね、もう私これ生まれたらもう一緒に死のうって覚悟してましたね。そしたら生まれた子が本当にこう小さくてね、生まれてすぐからねもう調子悪くて病院に入ったんですね。おばあちゃんが「もう離婚せんば、もう子供育たんもんなこいでは」って。近所の原子爆弾、うちの嫁は原子爆弾受け取っとですよって外来ももろてしもったってですね、近所に言ってもらって、私も近所の人からそんな目で見られてですね、本当に苦しかったですね。なんか罪人みたいに後ろ指さされたのと原爆って現場受け取らせとってよって言われてましたもんね。そして3人生まれたんですよ。でみんなも弱くてですね、和美なんかもうダメもうダメって言われながら育てましたね。なんかふわっとして倒れて分からなくなるんですね。それで一回はですね階段を降りる時ふわって分からなくなって階段から落ちたこともあるんですよ。それで外に出れなかったですね、貧血ひどくて。でその時白血病って言われて、血液異常の原爆症による白血病って言われてですね、それでもうあと3年は持たんだろうって。それでその当時私も子供を置いてあっちが母を亡くして苦労してるからね、絶対私は子供の子で死なれんってそれだけだったですね。この被爆のこともね子供たちもみんなもうとにかく戦争の悲惨さということを忘れさせていけない、これを教えていかんといかんということでですね、もう子供たちにも最初子供クラスでね話してたんですよ。そしたらそれがずっと広がっていってですね、このクラスも話してくれ話してくれって言われてですね、この一つの爆弾でね子孫末代まで苦しまなくちゃいけない爆弾ってもうね、私も本当に苦しくて子供も苦しくて孫までそんな目にあったのでね、本当にこう核のね恐ろしさということをね身に染みてますって。だから皆さんたちにはもうこんな目に合わせたくないって、もう二度とね合わせたくないってその一杯ですって私はそれを訴えたいですね。